私だ。スケジュールを把握した上で連絡をよこしている。ということはそれに足る内容ということだな。構わんよ。そういうことなら話すがいい。人払い？会場からは出たから心配はいらん。中は騒がしいが、この庭は静かなものさ。なんだと？楽しそう？いつだって私は上機嫌さ。冗談はさておき、ここはなかなか勘が鋭いと褒めてやるべきだろうが。切るぞ。次を待たせている。待たせたな。なあ、その件か。安心するといい。すでに放送とのコンセンサスは形成してある。そちらが心配することは一つもないと言い切ってやろう。このクリスティーナ・モーガン、一度交わした契約は決してたがえはしないさ。疑ってくれるな。個人の心情というやつだ。このプロジェクトがお互いの利益になることを祈っている。それでは良い夜を。なかなか楽しい夜になってきたな。失礼。サウザンドグループの社長とお見受けするが、パーティーを抜け出して試作の最中とは道理で今日会場内で姿を見かけないと思ったよ。うぞうむぞうの相手にヘキヘキしているだけ。人が立っているだけで次から次へと押し寄せて、まるでドバトの群れね。鬱陶しいことこの上ないわ。有名勢と割り切るほかないな。特にあなたや我々のような身の上ならば。あなたの方はパーティーそっちのけで電話に夢中だったようだけど、戻らなくていいのかしら。大切なコネクション作りの機を逃すのは痛手でしょうね。ご忠告痛み入る。だが私にとっては今この場の方が重要なんだ。千里宮の当主とこうして話せる機会などそうそうありはしないからな。どちらが面白いか比べるまでもないだろう。このタイミングで電話が来たのは行幸というほかないな。日頃からの現場主義の賜物とでも言えるかもしれん。それなりの富も権力も持っているくせに現場にこだわっているのね。よほどの暇人か労働者根性が抜けないのか、どちらかしら。随分と手厳しいな。同じ経営者同士、このポリシーには共感してもらえると思ったんだが。働きありに任せて回るものは働きありに任せておけばいいでしょう。肝心なタイミングまで伏せておくから切り札は切り札足り得るのよ。いちいち出しゃばらずともきちんと調教された下僕ならばちゃんと成果を持ってくるわ。切り札の使いどころを見誤るのは下僕の調教すらできないもの。あるいは本当は飼い主を欲しがっている野良犬ね。なるほど。千里宮家の当主は絶方鋭いと聞いていたが、これほどまでとは。野良犬と表現されたのはこれが初めてだ。世間知らずなのね。首輪が欲しいなら尻尾を振ってごらんなさい。それはスカウトなのか？あなたがそれに足る人だと証明してくれたなら考えよう。そんなわけないでしょ。せいぜいい飼い主に巡り会えるよう祈ってなさい。どうせ巡り会えるならいい飼い主よりも退屈しない仕事と巡り合いたいものだな。ああ、退屈しない仕事といえばサウザンドグループも国連の開発する例のプロジェクトに関わるとか。鼻だけじゃなくて耳もいいのね。野良犬じゃなくて野良ウサギだったのかしら。現場を駆け回っているといろいろ聞こえてくるものでね。おっと、もう少し話していたかったのだが連絡のようだ。失礼するよ。お構いなく。
これ以上の興味はないわ。私だ。ほう、それは面白い。何、稲谷はないさ。当然参加するに決まっている。翌朝に必要な手配を進めるからな。準備をしておけ。ウィズダムか。心してかからなければな。なあん？あれはサウザンドグループの。こんなところで行き合うとは。久しぶりですな。こんなところでお会いすることがあるとは。奇遇と言うべきかどうか。クリスティーナ様、さすがにおやめください。その方は。構わんだろう。チキに挨拶する程度のことで目くじらを立てるものじゃないそれともお前はああいうのを見るとすくみ上がるたちか？ちょっと、いくらなんでも失礼ですよ。冗談の通じないやつめ。久方ぶりの再会なんだ。積もる話でもしたいと思うのが人情だろう。なあ、千里の宮家のご当主、どこかで食事でもとお誘いするのは場所柄少々気が引ける。何しろ気軽に出入りもできないような場所だからな。おまけにカフェテリアもまだ工事中だというし、中に入る業者も私に任せておけばよかったんだ。そうしたら気が利いた店をいくつか見繕ってやったのに。まったく。まあいい。そんなわけだから立ち話になってしまうが。なぜここにあなたがいるのかしら。あ、理由を問いたいわけではないわ。知っているから。もちろんあなたがここにいる理由と同じさ。ゲームに興味があったとは意外だが、きっと素晴らしいプロジェクトになるに違いないな。無駄に慣れ合うつもりはない。ゲームにも興味はないわ。相変わらずで嬉しいよ。ならばあなたの有能な下僕を差し向ければよかったのでは。切り札を出さずとも回ると他ならぬあなたの発言だ。てっきりもう忘れているものだとばかり思っていたけれど、なかなかの記憶力の持ち主ね。別に褒めてはいないけど。あの夜のひとときは楽しい時間だったからな。日々をどれほど多忙に過ごそうと忘れがたいほどに。ならば野良犬呼ばわりされたことも幸福な記憶というわけ。変わり者ね、あなた。よく言われるよ。私は期待しているんだ。あなたが一体どんなゲームを作ろうとここにやってきたのかを、どんなことを成し得てくれるのか。ぜひよろしく頼むよ、チームメイトとして。チームメイト？虫唾が走る言葉ね。私は私のためだけにこの場にいるの。新たな世界を手にするために。邪魔したら許さないわ。新たな世界とは？それが世界に名だたる千里マナがこのプロジェクトに参加する理由なのか？答える義理はないわね。ご歓談中失礼します。千里様、準備が整いましたのでこちらへ。失礼？あ、もし知りたいのなら芸を覚えて私に尻尾を振ってみなさい。面白かったら拾ってあげなくもないわ。噂にたがわず怖い方ですね。こちらが萎縮してしまいます。下手な刺激をなさるのは。気づいたか？
話している間中私のことを全く見ていなかったぞ。そうでしたか？お二人とも差し向かいで話されていましたが、目が合わないとかそういうことでしょうか？いや違うよ。私の方を向いていながらずっと先を見ているような、もっと何か違うものを。そうですかね。いえ、私にはよくわからないですが。クリスティーナ様？富も地位も権力もあるはずなのに、俗に溺れるでもなく退屈に産むわけでもなく、そこにあるのは深い渇望のように見えたが、新たな世界か。一体何を求めているのか、何を目指しているのか。千里マナが文字通りただのゲームの開発プロジェクトに参加するとは到底思えないからな。しかもこの私に尻尾を振れと言ってきた。全く興味を持たれていないわけでもないということか。このプロジェクト、今までに見たことのないものが見られそうだな。こんにちは。死ねえ新大陸を統一して蓄えたこの力、旧大陸で NPC どもと救急と争っていたアキラでは到底抗えまい。どうだアキラ、これが文明シミュレーションゲームというものだ。お前の育てた領土を共闘歩にして旧大陸も私が統一してやろう。なんだNPC どもが私に次々と宣戦布告していく。旧大陸各国が一致団結して私を倒そうというのか。手塩にかけて育成した私のユニットが溶けていく。講和もできないとなるとここからの勝ち筋がない。これは私の完敗だな。いつか鼻を明かしてやりたいものだがな。随分と騒がしいわね。息抜きと称してゲームの研究中だ。仕事ばかりでは息が詰まるからな。メトロイドバニアレース、アクションパズル、ゾンビシューティング、あとは文明シミュレーション、惑星軌道から始める変わり種もあるか。文明。ご一緒にいかがかな。何か知見を得られるかもしれないぞ。結構よ、知見は足りているわ。ゲームにかまけて進捗が遅れないように注意なさい。心得ているとも。今何事にも関心の薄い千里マナが文明シミュレーションにだけ興味を示したな。新たな世界、文明シミュレーション。もしかすると千里マナの求めているものとは、シミュレーションゲームのプレイヤーのような世界を支配する神のごとき座なのか。常人であれば一生に付してしまうところだが、ありえない話ではない。この言い知れぬ鬱屈と退屈で覆われた天が壊れる日は近いかもしれんな。都市部のマップを検討しているんだが、少々意見をもらいたい。点でダメね。即却下とは、都市部からのアクセス、バトルフィールドとしての使いやすさ、文化的背景の設定から導き出した最適解かと思ったがな。 NPC の配置がまるで考慮されていない。こんなかき割りみたいな街のどこに人間が住まうというの。ベニヤで組まれた迷路を作りたいならそれ用のコンテンツにしなさい。アキラがオブジェクトを用意するでしょう。協楽主義では世界は作れない。心得なさい。新しい世界を作るのだからふさわしい目を持つように、破綻なく細部まで、大地の隆起もアリの働きも人の営みに至るまで全てを見なさい。
それは例えば神のごときものか。例えばあなたが持ちうるような。燃えるような夕暮れだな。そういえば前にもこの展望台に来た時に同じものを見たか。まったく何をしているのだろうな私は。わざわざこんなところまでやってきて、仮にアキラを見つけたとしてもどうするかも決まっていないというのに、過ぎてしまった時は止められない、巻き戻しもできん。アキラに押し付けられたこのゲームもマナ様に渡す日など来ようはずがないともちろん知っている。今はただ懐かしむくらいは許されるか。なんだ坊やか。いや何、少しばかり夢を見ていたようだ。まさかこんなに楽しいことが起きているんだ。高揚さえしている。疲れることなどありえんよ。ただ少し昔のことを思い出しただけだ。私があの方を信奉することになったきっかけをな。地位も名誉も権力も全てが手の届くところにあって、私は退屈しきっていた。そんな鬱屈から抜け出すための絶対をずっと探していた。なあ今も。だが退屈はしていないよ。まだ何も終わってはいないからな。さあ行くぞ坊や。やることなら山のようにある。どこから片付けるか。遅れずについてこいよ。昔話はそれからだ。坊やの周りでは面白いことばかり起きるな。よし、その才能をこの私が使ってやろう。私とお前とで退屈を殺して回ろうじゃないか。坊やはとことん平穏には愛されぬたちらしいな。平穏を嫌う私と共に波乱に身を投じよう。非日常も癖になる味がするぞ。やはり坊やが望んで身を置く日々は私にはいささか刺激が足りんな。平和平穏ほど退屈なものはない。まあそうは言っても坊やと過ごす時間は悪くはなかったぞ。居心地がいいとすら感じられたのだからな。お返しに機会を見てこの私が坊やをめくるめく非日常の渦へ沈めてやろうじゃないか。存外お前も気に入るかもしれんぞ。
パッチの内容は悪くないな。現行の仕様に合わせて調整した。と言っても必要最低限の変更でシンプルに済ませている。さすがの腕前と褒めてやろう。ところでアキラのやつは来なかったのか？話したいことがあったんだが。あいつのことだから予想はしていたが、ガラスのハートを持ったクリスティーナさんは傷ついてしまうな。なに、冗談だ。坊やはそう気に病むことはないぞ。いずれ会うこともあるだろう。その時はどう相対するかわからんが。アキラからはどこまで聞いてるんだ？アルファアバターといえば聞こえはいいが、セブンクラウンズがそれぞれの趣味に走ったとんでもない代物でな。不安定な上に各種パラメータのバランスも悪い。その当時だって正式に実装するのは難しいような試験的な要素も山ほど組み込んだものだ。気になるものは全部追加したいという欲望の具現化。つまるところ若気の至りと言えるかもしれんな。洗練というものから対極の場所にあるというか、プロデューサーとしてのクリスティーナさんからすると少々苦言を呈したくなるところがあるというわけさ。まあデザイナーに苦情を言おうにも自分なのがたちが悪いがな。そうか、やはり坊やも男の子だな。よし、チェック完了だ。この内容ならパッチを適用してもナーフは入らなさそうだ。何？警戒しすぎだと？坊やはアキラを買いかぶりすぎだ。あいつはこういう時でも遊びを仕掛けるようなやつだ。一杯食わされてからじゃあ遅いからな。今回は大丈夫そうだな。パッチを適用して夕暮れが眩しいな。まるで私の身まで燃やし尽くそうとしているかのようだ。この後はいかがされますか？そうだな、少し一人になるとするか。久しぶりにこの町にやってきたし、たまには散策も悪くない。危険では？心配には及ばんよ。クリスティーナさんの強さはお前もよく分かっているだろう。なんてな。これはマナ様の真似だ。承知しました。あんまり似てはいませんでしたが。一言余計だというのに。本当に眩しい夕日だ。こういう空は飛行機の窓からよく見るものだが、燃やし尽くそうとしているのは私をだけか？それともこの世界全てをか？マナ様はいつもあの目で世界を見ている。夕日に照らされて世界を憎むような、かつえるような、あの廊下で話した時と同じ。私の向こう側を、私を素通りしてその先の世界を見つめていたのと同じ目で、夕日の赤と対極の凍てつくような憎悪の眼差しで、私はその憎悪にこそ絶対を見出したのかもしれん。あのお方は私に首輪を、ふさわしい主を与えると言ったが、世界を敵にして立っていられるだけの強さと憎悪、そして絶望を私は間近で見続けたいと望んだのだろうな。夕暮れにここまで試作させられるとは、我ながら詩人だな。どうしたか。今しがたある高貴なお方に振られてしまったところでな、一人寂しく泣き晴らしているんだよ。そう見えるか？確かにここしばらくは退屈とは無縁の日々を送っているな。ああ、お前があの方と話していたという面白い子か。なるほど。
お前にはあの方が悲しそうに見えたのだな。坊やの発言を怒ってはいまい。戸惑っておられるかもしれないが、だがきっと初めてだったろう。悲しそうなどとあの方を評したやつを。あの方の面食らった顔を拝んでみたかったものだよ。到着があと少し早ければな、つくづく惜しまれる。ちなみにお前の目に私はどう映る？軽眼だと褒めるべきか、表層しか見ていないとなじるべきか。まあどのみち正解に変わりはないのだが、坊やはなんでこんなところをうろついているんだ？子供は帰る時間のはずだ。そろそろ悪い悪魔のやってくる時間。ああ、この国ではお馬が時とか言うんだったか。悪魔に連れ去られるのがお望みなら、私と少々散歩に行こう。ほら、稲谷は聞かんぞ。ついてこい。いや、坊やの方が詳しいな。案内を頼む。ほう、ここが坊やの通っている学校か。いささか地味だが、ジャパニメーションで見た光景そのままだな。夕方になっても活気があるのだな。やや慌ただしくはあるが、嫌いではない場所だぞ。そこの肉屋のコロッケが絶品か。覚えておこう。いずれ料理人を引き抜くのも悪くはないな。日本のゲームセンターも興味深いものだな。どれ、数ゲームほど試しにやってみるか。もちろん坊やもだぞ。実はプロゲーミングチームを抱えていてな、私自身そこそこ腕は立つんだ。試してみるか。やはりクレープ屋はないか。期待していなかったといえば嘘になるが、しかし何の変哲もない公園だ。今は人もまばらだが、休日にもなればそれなりににぎわうだろう。周囲には店も少ない。なかなかの立地だな。なあ、坊やが仮にここで何か店を構えるとしたら何がいいと思う？お前の出店計画を聞かせてもらおうか。定番商品として抵抗なく受け入れられやすいというメリットがあるな。定着できるかは味と価格でどれだけバリューが出せるかというところか。私の意見としてはやはり数種類のドリンクを置き、歩きながら食べられるサンドイッチを販売してだな。どうした？私の背後に何かいるか？まさか悪魔というわけでもあるまい。大方私を狙ったならず者だろうが、大家は気づかないふりをしておけ。おっと、すまん、電話だ。もしもし、私だ。何？トラブルだと？状況を詳しく聞かせろ。おいお前、こっちに来い。クリスティーナ・モーガンを直接狙うのは無理だって鼻から分かってんだ。悪いなガキ、お前に人質になってもらうぜ。ではその件に関しては帰国後に私が対処する。それまで手出ししないように。以上だ。さてとくさい。おいお前、おとなしくしてろよ。できる限り穏便に済ませようと思っていたが、こいつがどうなってもいいのか。今日はマナ様の護衛のつもりでいたが、まさか坊やのために働くことになるとはな。私の連れに乱暴なエスコートは遠慮願おうか。はあ！まだ立っていられるか？
それじゃあもう一発。おまけにもう一回だ。ふう、根性もないくせに大それたことをするんじゃない。みっともないからな。おい坊や、怪我はなかったか？ならいい。とりあえず軽く縛って転がしておくか。あとは部下に何とかさせよう。しかし私ではなく坊やを狙うとはな。思わず対処してしまったが、まあ二度目はないだろう。怪しいやつを見たら警察か私に連絡するんだぞ。ああ、ずいぶん古いものが出てきたな。ほう、坊やもやったのか。どうだ、面白かったか？そうかそうか。私はまだやってはいないんだ。当時は過剰に緻密な設定と厳しい判定、やり込み要素の量が話題になったタイトルだったが、私というより私の尊敬する方が興味を示したタイトルでな。これの持ち主がわざわざ私から貸してやればいいとおせっかいをしてきたというわけだよ。私だってあの方だって自分が望めば借りずとも手に入れることはたやすいものなのに、何しろただの市販品だ。そうだな、思い入れという意味ではな。坊やは世界を神の視座から眺めるのと人のように地から眺めるのはどちらが楽しいと思う？ああ、いや、答えを求めているわけではないが。そうだな。だから私はゲームというものに価値を見出したのかもしれないな。そうだな。今となっては望むべくもないが、そう考えること自体に罪はなかろう。なあ、このゲーム坊やが預かっておいてくれないか？見ての通り私は多忙な上に敵も多い。うっかりなくしては困るだろう。だから坊やのところに置いておきたいのさ。いずれこのゲームを遊ぶ時のためにな。はい、お疲れ様。ずいぶん大変だったわね。怪我とかしてない？ま、別に少々怪我したところで今は何ともないと思うけど。そうでしょ？そういうものだもの、夢って。ってわけで、あんたの見たのは夢のようなものよ。歯切れが悪いって？しょうがないでしょ。今回はいつもと違うんだもの。厳密には本当にあった出来事のその続きの夢。まあ悪いものじゃないから安心して。クリスティーナがあんなに喋るなんてちょっと意外だったわ。だけどちょっとつ盲信に見えていろいろ考えてるのよね。あんたが理解できる日は来るのかしら。まあ常人には難しそうよね。無理しないくらいのとこでいいと思うわよ。さあ今日は早く目を覚ました方がいいわ。何せやることが山積みだから。さあ行きなさい。じゃあね、バイバーイ。白チュームを見ていたのか。坊やも起きたか。パッチ適用の反動か。まあいいさ、少し体を慣らしに行こう。体を動かしているうちに新たな設定も馴染んでくるはずだ。さあついてこい坊や。やることがたくさんあるんだ、今のランドソルではな。
閲楽の時は儚いな。目の前に現れたと思えばすぐに消え去ってしまう。坊やは私が楽しみ尽くすまで消えてくれるなよ。改め随分と派手に壊されているな。まあ幾度となく危機を越えた場所ではあるが、美に入り才をうがちというか念入りにというか、そうだな。先日の出来事を少し思い返していた。ロールバックは結果阻止したものの、世界は破壊されて見るも無残なありさまだ。さすがセブンクラウンズを模した複合体だな。こうも必要に壊し尽くすなど、我々のデータをうまいこと使ったものだと敵ながら称賛してやってもいいかと思っていたところさ。各地がこのありさまでは、美しい街並みが自慢だったランドソルも見るに耐え、いっそここに新しい都を建てるというのも悪くはないように思うがな。なあ坊よ。素直な感想だ。お前のそういうところを私は心から好ましく思っている。私か。そうだな。坊やの目にはどう見える？ほう、お前の目にはそう見えたか。いささか平凡な感想だが悪くはないな。及第点をくれてやる。待ち望み求めてやまなかった非日常が唐突に目の前に実現したのだ。楽しくないわけがなかろう。事の次第を最初に知った時は興奮を通り越して感動したとさえ言っていい。それと同時に気に食わんとも思っているが、まさかこの私がこうも感情を揺り動かされるとは。よし、決めた。今から出るぞ。ついてこい。遊んだ後はちゃんと後片付けをしておかなくてはな。例のセブンクラウンズに破壊された村さ。王都の中心からこれだけ離れても随分な被害だな。人気はないようだ。それならそれで好都合だな。気兼ねなく暴れられるぞ。どうしてここに来たのか気になっているようだな、坊や。いずれわかると言いたいところだが、答えを教えてやろう。全てが終わったにもかかわらず、まだ祭りの終わりを知らないバカどもがパーティーを続けているようだから、台無しにしてやりに来たのさ。いかにも私向きの仕事じゃあないか。さて、どんな様子だ？ほう、坊やもなかなか勘がいい。一っ子一人いないのに異様な緊張感が漂っている。さて、何が潜んでいるのか。避けろ！話は後だ。退避しろ。急げ。どうやらなかなか短気な連中のようだ。気が合いそうで嬉しいよ。私がいる。それも無数のな。どうした？脳が理解を拒否したとでも？シャキッとしろ。
ここからが面白いところなんだからな。文字通り無数に私がいるんだよ。偽のセブンクラウンズがランドソル中破壊してはいたが、まさかこんなに数が増えているとは予想外だ。データをコピーした結果なのかバグなのか。ネネカが悪さをしたわけではなさそうだが、いずれにしても放っておくわけにはいくまい。宴の終わりを知らずにパーティーに興じている無粋な連中というのが他ならぬ私のコピーだとはさすがに皮肉が効いている。だが刺激が強いのが私の好みだ。さあ存分に味わわせてもらおう。坊やも付き合ってくれるんだろう。仮にあれが私同様に絶対の権能を持っているのだとしたら相当に厄介な相手だぞ。ワクワクするじゃあないか。却下だ。こんな楽しそうな状況を置いて帰れるものか。さっきまでの攻撃は意図的に当ててないというのは分かっているさ。だが私の姿を撮るというなら相応に楽しませてくれよ。自分と対峙する機会が2度も訪れるなどさすがの私でも思いつかなかったぞ。まあこれほど増殖するとは思わなかったが、さあ片っ端から消えていくがいい。ほう、数の利を頼みとしてきたか。互いに絶対の権能を持つ以上多勢に無勢とでも言うつもりか。甘い甘い。コピーであるというならせめて私と同じくらいにはこの応酬を楽しんでくれ。はっせい。いいな、調子が出てきてるじゃあないか。ほらもっとだ。まだまだ足りないぞ。はははは。その優越いつまで続く。無粋な問いだ。命のやり取りにはまだまだ遠いぞ。これでは宴を終わらせることもできん。分かっている坊や。奴らが同じ権能を持つ以上長引けば結果は知れている。今は攻撃を全て同じ場所に当てて押し切っているだけだからな。だから一つでもこちらのパワーが劣ればその時はわかるな。そんな情けない顔を見せるな。この私がムザムザやられるようなことがあってたまるか。私のことをよく知る坊やならそのあたりは先刻承知だと思っていたのだがな。そろそろ降参か。もう楽しませてくれないのか。ほふってやろう。バカめ、勝ち誇るのはまだ早い。劣化コピーの貴様らは忘れているのかもしれないが、この権能の弱点は私が最も知っている。坊や逃げるぞ。遮蔽物図体に隠れながら走れ。追いかけっこはこれまでか。なんだ、まだ遊び足りなかったか。そろそろ次の遊びに移ろうと思ったんだが、ここまでついてきたこと褒めてやろう。それに比べて坊やは根性なしだな。もっとスタミナをつけろ。この程度の悪路鼻歌混じりにスキップで駆け抜けて当然だぞ。帰ったら筋トレのメニューを作ってやるから期待していろ。さてこのまま撤退戦を演じて引きずり回し1体ずつ減らしてやってもいいんだが、私もいい加減飽きてきたところだ。坊やが怪我をする前に片付けてしまうとしよう。評価をよこせ。
蹂躙してやろう。シャドウザナドゥ。ふう、これで一掃できたな。遮蔽物となった木々の向こうから大火力で一掃すれば絶対防御で防ぐこともかなわんだろう。演算はオブジェクトが細かければ細かいほど時間がかかる。細かいオブジェクトが多い森の中じゃどちらも不確定要素が増えるというものさ。同じ不安定な状況下なら攻撃は強い方が有利。単純なことだ。ご苦労。坊やのおかげで今回はなかなか楽しめたぞ。偽物の自分と戦うことは以前にもあったが、こうも数が多いのは初めてだったからな。撤退戦の経路一つ間違えれば死んでもおかしくはなかった。久々にスリリングな命の危険を感じられたぞ。刺激としては上々だ。少々癖になりそうな気がしなくもない。命にまで刃が届くほどの遊びはなかなかないからな。なんだその顔は。命の危険があったのに楽しそうにしている私がそんなに不思議か。坊やならばわかると思っていたのだがな。当たり障りのない返事ではあるが、まあいいだろう。いつもならここで及第点としてやるところだが、最後に一つ答えてもらおう。坊やはなぜ私が楽しそうに振る舞っているのかわかるか。答え合わせしてやるのは簡単だが、それではつまらんな。村に戻るぞ坊や。答え合わせはそれからだ。楽しみを見つけるたびお前の顔を思い出す。気に入りの玩具は誰かに見せたくなるものだ。お前の気に入りも今度見せてほしいものだな。初めて出会った時は取るに足らん存在だとばかり思っていたが、今ではお前がいるのが当たり前になってしまったな。誇ってくれて構わんぞ。気づけば私も遠いところまで来ていたのだな。この姿になって少しだけ昔を思い出したよ。振り返るなどしたことはなかったが、誰かが飽きてしまった玩具ではなく、楽しませ続けてくれる私だけの何かを求めて金も地位も積み上げて作り出してきた。この上も乾きも癒えることはないと知っているが、それさえも私に許された優越と言えるかもしれんな。坊や、見届ける気はあるか？
共犯者でもいいぞ。凱旋というものは何度やっても気分のいいものだな。難敵を倒した時であればなおさらだ。盛大なパレードが望めないのは承知しているが、それにしても人気がない。それでも普通は一人二人様子を見に来るものだろうに、まさか本当に住人が全員村を捨てて逃げたというのか。まあいいさ。今は坊やからの称賛の言葉で収めてやろう。さあ褒めたたえるがいい。そうかそうか、すごかったか。ってお前な、なんだそのいい加減な賛辞とも呼べないもの。語彙力が欠けているのか、それとも素直に褒められない坊やなのか。まあいい、ここは寛大に次回までの宿題ということにしておいてやろう。驚きのあまりに何も言葉が思いつかないということもあるだろうからな。と、なんだ、住人もまだ残っているじゃないか。出迎えもないとはいかん極まりないな。あんたはなんで戻ってきたんだ。なんでだと？この村を破壊した雑魚どもを倒したからだが、他に理由が必要かな。村を壊した悪魔だ。頼むから見逃してくれ。この村にはもう取るものなんて何一つない。ん？おい待て、今何と言った？村を壊した悪魔だと？ある日突然村にやってきて、家も広場も井戸も壊したじゃないか。あんたが。話がよく見えんな。私は今日数刻前に来たばかりだが。ああ、そういうことか。似ても似つかない。なぜ見分けがつかないんだ。そもそも衣装だって別だろうが。お前の目は節穴か、それとも物理的に節穴にしてほしいのか。お許しを。腰抜け目。いくらなんだって見分けくらいつきそうなものだが。何？それは聞き捨てならないぞ。もっとよく見ろ。そして記憶に刻め。目を閉じるたびにこの麗しい姿がまぶたの裏に浮かぶようにな。まあいい。そんなことよりもだ。おいお前、悪魔に襲われたというならなぜ戻ってきた？一度捨てた故郷なんだろう。振り返らずどこへなりと行けばよかったんじゃないか。そうすれば少なくとも今私とここで対峙せずに済んだはずだが。それともこうして命の危機に身を置くのが好みなのか。気が合うじゃないか。私もそういう享楽的な行いは大好きだよ。では望み通りにもっと刺激をやろうか。平穏な村の生活とは打って変わった優越に染まる日々を。違うんだ。ほう、違う。であれば一体何を望んでいる？少々手荒くなるが見つけ出すのを手伝ってやろうか。そうだな、まずは目抜き通りを更地にするか。新しく何か作るにしても上物は邪魔なだけだからな。いいだろう。私とは違う断り。弱者の理屈があるのかもしれん。
話してみろ。あんたの偽物が襲ってきてみんな逃げたんだ。ひどいありさまだった。村はぐちゃぐちゃだ。家も広場も井戸も全部使えなくなった。だが逃げたままでいるわけにはいかないから、家畜も畑もある。何より壊れたってここは俺たちの村だ。だけど安全が確認できたわけじゃない。様子を見に行くやつが誰かいなくちゃって話になって。俺は力もないし臆病だし、襲撃があった時は真っ先に逃げちまった。だけど様子を見に行くだけなら大した能力は不要だからと名乗りを上げたというわけか。そうだ。まさかあんたと鉢合わせすることになるとは思わなかったんだ。こいつはプレイヤーではない。設定された性格をトレースするだけの NPC。 魂を転送されたわけでもなく、ただここに存在するだけの。そもそも村の襲撃など予定されているわけもない子がこんな行動をとるのだな。そうか、これはまるで。しかし村に戻ってどうするのだ。この惨状では立て直すのにも時間がかかろう。被災地の免税とて永遠ではないぞ。それはそうなんですけど、ここは俺たちの村なんでどうにかして立て直すしかないですよ。どうにかしてだと？無計画と楽観主義は事業において最も憎むべき悪徳だぞ。それをこの私の前で口にするとは、よほど命がいらんと見える。冗談はさておき、復興事業というのはなかなかに難しいものだ。素人が寄り集まって何かしたところで簡単には進むまい。ついてこい。このクリスティーナ自らが復興の図面を引いてやろうではないか。私はな、面白いことが大好きなんだ。それにこの村には少なからず思い入れがある。よし、村の地図はこれだな。被害状況は戦闘中にざっと見ていたので把握している。インフラを最優先として当面は公共領域の確保を急げ。村の中心地で潰れているこの家屋群も撤去するか。無論住居は重要だ。屋根と壁なくして人は一ところにとどまれん。だが壊れた家屋は危険で使い物にならんからな。ならばそのスペースを復興用の資材置き場に変えるべきだろう。復興後は村の集会所か市場として使えばいい。どうだ、反対意見があるなら聞くが。いや、いいんです。クリスティーナさんの言う通りだ。俺たちの村でまた暮らすために必要なことだ。だからこの計画でいきましょう。私も賛成です。中央に広場を持ってこれたら洗濯井戸も近くなるわ。それにみんなが顔を合わせる時間も増やせるもの。じゃあ決まりだな。だけど街道から村へつながる道はどうする？この辺りは。お前たちなかなか腹が据わってきたじゃないか。本気で変わろうとしているならばこちらも答えるのが筋というものだ。これは当面の生活基盤を整えてからの話なのだが、この村は新しい産業を起こすべきだ。近くにあった原生林の管理はどうしている？まずはあれを産業化して管理し。むちゃくちゃですよ、こんな計画。ああ、大変な労苦を伴うだろう。だが無理な計画ではない。村もお前たちも
変わるべきだと思ったなら変わる。やると決めたのならやる。とにかく村のみんなに説明してきます。さすが私の立てた計画だ。物資の搬入も瓦礫の撤去も予想を上回るスピードじゃないか。外からの人手も入ってきているな。こちらも計画通りだ。街道からのアクセスを良くしたから商人も職人も村に来やすいだろう。あとは馬車の定期便を増やせるといいがな。まあそれはおいおい考えるとしよう。次にやるべきはそうだな。人の営みというのは愛すべきものだ。たとえそれが本当に存在するものではなくても、村も町も都市も国も全て人の営みが生み出すもの。新たな世界を作るとしてもそれは同じ。憎み、戦い、時に手を携えて作り上げるもの。仮に虚構だとしても坊やには分かるまい。この干渉はな、分かる必要もない繰り事だよ。坊やもなかなか生意気を言うようになったな。いいぞいいぞ、その調子で育ってみろ。聞きたいこと？ああ、例の偽物どもと戦った時のことか。村が壊滅しないルートで撤退したのは意図的かだと？そうだな。遮蔽物を選ぶとき多少コントロールした。村から森へと戦場を移したのもまあ似たような理由さ。理由？優しさからじゃないぞ。当然多少のハンデを背負って戦った方が燃えるからな。自分に不利な条件も課して戦うとでもしない限り、血湧き肉躍る経験というのはできないものだ。そういう意味で坊やの考察はあながち間違いではないな。しかし振り返ってみると、つくづく私という人間にとって実感というものは大きな部分を占めるのだな。どうしてもあの方のようにはいかないものだ。ランドソルをはじめ各都市の設定は主にあの方が作られた。それぞれが人の営みと合うように緻密に設計された。 NPC というそこにしか存在しない架空の人々さえも、その都市の中では本当に存在するような現実感を与えるものだった。完璧に作られた新しい世界、あの方は望んだ。そうあれかしと世界を定義づける様はまさに神の視座であり、同時に地を這う者として生きることのできぬあの方の宿業、あの方を崇めることで私はそうだな、私は今回のことで地を這う人のありようを望んでいると知ってしまったのだな。人の営みも戦いも全て自分の立つ場所と地続きでありたいのだ。私は高みからではなく同じ地平から退屈に抗おうとする方がきっと楽しいからな。この点は坊やも同意してくれると思うが。そうだろうとも。いい答えだ。花丸をくれてやろう。そうだな、商品は。クリスティーナさん、厩舎の仕上がりを見てくれませんか？ようやくできたか。よし、このクリスティーナさんがどれほどのものか見てやろう。行くぞ坊や。